はい、どうも、たんぼうです。今回はバージョン 1.21 対応のさらに効率アップした時給2600の火薬が手に入るクリーパートラップを作っていきたいと思います。特徴1、1.21 のモンスターの湧き方に合わせた誘導式湧き層を採用。足場ブロックや水流を使用しない分作りやすくなっています。特徴2、演算距離4でも高効率になるように湧き範囲をできるだけ多く使って効率をアップ。最大5層まで湧き層を作ると1時間に2600個もの火薬を入手できます。特徴3、湧き条件16体の影響を極力減らすため湧き層を近くですぐに処理。火薬や経験値は下へ落とし、待機所のプレイヤーの位置まで運ばれます。今回の装置は以前リリースした毎時2200個クリーパートラップの 1.21 アップグレード版です。常に作成済みの方は湧き層を作るフェーズまで動画を進めてくださいね。それでは作り方です。今回の材料はこちら。こちらは1層タイプの材料になります。トライデントは水性特攻付きだと処理が早く効率が上がり、ドロップ増加付き剣があればさらに効率がアップします。何層作るかによって材料が変わるので、詳しくは概要欄から確認してくださいね。ではまずはじめにトライデントのめり込みバグが発生しにくくなるように北向きに装置を作りたいので、一旦レンガを置いて T の文字になる方向を向いて北を向きましょう。次は下にモンスターが湧かない高さまで足場ブロックを積み上げていきます。演算距離4の場合は45マス以上、演算距離6以上の場合は128マス以上にします。周りに建物などがある場合はその分高めに積み上げてくださいね。今回は地面が Y4 なので少し多めの Y60 まで上がっていきたいと思います。はい、Y60 まで上がってきました。この足場ブロックの上が待機ポイントになります。次は一番上の足場ブロックから西側にブロックを10個、東側に14個つないで伸ばしていきます。できたら手前と奥を1マス広げて横25、奥行き3の待機所の床を作っていきましょう。次は床の周りをさらにブロックで囲っていきます。この位置からダーッと囲っていきましょう。次は待機ポイントから西側に8マス開けて9マス目から足場ブロックを20個積み上げて、東側は待機ポイントから東に9マス間を空けて10マス目から足場ブロックを20個積み上げます。ここは間違えると後で大変なので間違えないように注意してくださいね。では西側の水路と処理層を作っていきます。一番上の足場ブロックから左奥手前に2マス、右側に1マス不透過ブロックを追加して 4×5 の床を作ったら、右側にこの形で3つ不透過ブロックを追加します。次は不透過ブロック、ピストン、オブザーバーをこのように配置します。まずはここから不透過ブロックを2つ置いて、その上にこの向きでピストンを設置。さらにその上に不透過ブロックを置いて、一旦仮ブロックを2つ手前につなぎます。こんな感じ。あとは一旦この辺りに足場を作って少し上がったら、この仮ブロックを壊してこの向きでオブザーバーをポン。仮ブロックは壊してオブザーバーの顔がこのようになっているのを確認してください。次はこのように4段の壁を作っていきます。4段の壁を作るのはこことこことこことここ。次はチェーン、ガラス、トライデント、オブザーバーを使ってピストラとアイテムを落下させる仕組みを作っていきます。まずはここにチェーンを置いたらすぐ下のブロックを壊す。こんな感じで穴が開いた状態になりますね。次はチェーンの上にガラスの上にトライデントを挿してガラスで蓋をします。あとはオブザーバーの顔に向けてオブザーバーを設置すればピストラが動き出すので確認しておいてください。ちなみにここで刺したトライデントは水性特攻エンチャント付きがおすすめです。例えば水性特攻5のついたトライデントだとクリーパーを一撃で倒せて効率アップが見込めるので、余裕があれば水性特攻をつけておいてください。次は床の端に2段の壁を不透過ブロックで作って、さらに西側は2段高くします。まずはここから不透過ブロックで囲っていって2段にします。あとはこちら側をさらに2段高くしましょう。はい、こんな感じです。次は水路部分を作っていきます。ここまで作ったものから南側に16マス伸ばして周りを2段の壁で囲み、北側も同じように16マス伸ばして2段の壁で囲っていきます。追加する場所はここからですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16。置けたら幅を広げます。あとはここから不透過ブロックを置いていって2段の壁を作っていきましょう。はい、OK。次は北側。同じ要領で16マス伸ばして壁を作っていきましょう。では水を流していきます。こことここに水を流して、水流を延長するときはボタンをこことここ、反対側も同じようにこことここに置いて水をこことここに流します。すると水流がちょうどここまで来る感じになりますね。では反対側も同じ要領で水を流して延長していきましょう。はい、こんな感じになります。次は中央のくぼみ部分にも水流を流していきます。
ここでは水を流す前にこの位置とこの位置にボタンを置いて、水はボタンの上のこことここに流します。そうすると穴の開いた部分に向かって水流が流れていく状態になるので確認しておいてください。問題なければこの位置に仮ブロックを置いて、その上にレール、トロッコを置いたら仮ブロックを壊します。トロッコが穴の手前でチェーンに引っかかっている状態になれば OK です。もしこの作業中にトライデントを誤って取ってしまった場合は、オブザーバーとガラスを壊してピストンを刺してガラスとオブザーバーを元に戻してもらえれば OK です。これで1つ目の水路と処理槽の完成。クリーパーがどのように処理されるかというと、水流で流れてきてこのようにトロッコに近づくと座れるように乗せられてピストラで処理。火薬や経験値は穴に落ちて下の待機場まで落ちてくるという仕組みですね。では装置東側も同じように水路と処理槽を作っていきます。作り方や向きは全く同じなので簡易的に説明をしていきますね。もう一度詳しく説明を見たい場合は動画を少し戻して西側での作業を見ながら作ってくださいね。まずは足場ブロックの西、北、南に2マス、東に1マス追加して 5×4 の床を作ったら、東側に3つブロックを追加。太化ブロック、ピストン、オブザーバーをこのように置いて4段の壁をこの位置に作る。次はチェーン、ガラス、トライデント、オブザーバーを使ってアイテムの落ちる穴とピストラを作って床の周りにこのように壁を作る。次は南側と北側に16マス伸ばして周りを2段の壁で囲ったら水流を流して延長。最後に中央にもボタンと水を使って水流を作って最後にトロッコを流して固定させる。はい、これで西側と東側の水路と処理槽の完成。ここからは脇層の作り方を説明していきます。ではまずは脇層の床を作るための目印のためにこのように太化ブロックを置きます。水路から見ると外側に9マス伸ばす形になりますね。では北側からやっていきましょう。この水路の壁の角の上から1、2、3、4、5、6、7、8、9マス伸ばします。あとは反対側へダーッと伸ばしていって再度水流の壁の角の上の部分から1、2、3、4、5、6、7、8、9マス伸ばします。はい、北側の目印は OK。では南側も同じ要領で目印の太化ブロックを置いていきます。ここまでできたら目印ブロックをつないで床を作っていきます。この時クリーパーが落ちる水路部分は塞がないようにしてくださいね。床を作り終えたら水路の穴以外の部分が何マスになっているか確認しておきましょう。左は9マス、真ん中は17マス、右は9マスになっていれば OK です。次は床の端に2段の壁を太化ブロックで作っていきます。では次は真ん中にも壁を作っていきましょう。ここから数えて1、2、3、4、5、6、7、8マス開けて9マス目に作ればちょうど真ん中になりますね。では脇層を作っていきましょう。まずはトラップドアをこのように設置します。取り付ける位置は2マスの高さの壁のこの位置、このように植え付けて設置します。あとはこれをどんどん置いていきましょう。はい、OK。次は水路を挟んだ隣の脇層にも同じようにトラップドアを置いていきます。置く位置はここからですね。どんどん置いていきましょう。では視点を変えて次はハーフブロックを2マスおきにこのように並べます。最初に置く位置はここから数えて1、2マス開けて3マス目。あとは2マス間隔を空けながら置いていきましょう。端の部分はこのように1マスになりますが大丈夫です。次は今置いたハーフブロックを基準にさらに2マス間隔を空けながら奥へ置いていきます。置き方はここから1、2マス間隔を空けてポン、1、2マス間隔を空けてポン。こんな感じですね。あとは同じ要領で置いていきましょう。はい、OK。片側ができたら反対側も同じように置いていきましょう。次は中央の水路の上にこんな感じでトラップドアを取り付けていきます。置き方はこんな感じで置いて開いたらハーフブロックがある箇所は飛ばして次はこことここ。あとは同じ要領で置いていきます。奥の部分は一つだけになりますね。片側ができたら反対側も同じように置いていきましょう。はい、これで1層目が半分完成。あとはこちら側にも同じ内容のものを作れば1層目完成です。1層だけで良い場合はこのまま上に不等化ブロックの屋根をつけて終わりですね。では2層目以降の作り方です。まずはこのように水路の位置以外に屋根を不等化ブロックで作っていきます。置く位置はここからですね。ダーッと置いてトラップドアの上に置いていきましょう。水路部分はこんな感じで埋めずに穴を開けておきます。はい、これで2層目の床部分を作ったことになりますね。
次は周りに2段の壁を取り付けていきます。できたら1層目の時と同じように真ん中に2段の壁を作って、あとはトラップドア、ハーフブロックを使って脇層を作っていきます。これを繰り返していく流れになりますね。ここで一つ注意。2層目以降は水路近くのトラップドアは左右どちらかに置いて、上の層とジグザグになるように置く必要があります。こうすることで下の階へ移動しようとしてクリーパーが落ちやすくなるので、必ずこのようにジグザグに置かれていることを確認しておいてくださいね。必要な数の脇層を作ったら、最後はしっかり屋根をつければ脇層の完成です。屋根の上に地上脇モンスターが湧くので、気になる場合はこのように松明などで湧き潰しておいてください。5層を作るのは時間も労力もかかるので、大量に火薬が必要でない場合は1層や2層くらいでもいいかなと思います。ちなみに効率は1層だと1時間に火薬が毎時約800個、2層だと毎時約1500個、3層だと毎時約2200個、4層だと毎時約2400個、5層だと毎時約2600個という効率になります。3層以降伸びが少ないのは脇上限16体の制限とデスポンの影響ですね。皆さんの火薬の使用状況に合わせて何層まで作るか考えてみてくださいね。では次に待機所にアイテムや経験値を流して回収する仕組みを作っていきます。ではまず足場ブロックを外していきます。ある程度上に登ったら足場ブロックを壊して水が流れてくるので不透過ブロックで穴を防ぎましょう。同じ要領で東側も足場ブロックを外していきます。では次にチェスト、ホッパー、透過ブロックをこのように置いていきます。ホッパーの向きはこうなります。まずはこことここを壊してラージテストを設置。次はこのように壊してラージテストからホッパーをつないでいきます。反対側も同じように壊してホッパーをつないでいって、あとここは落下防止のために透過ブロックを置いておきます。次はホッパーの上に水流を止めるボタンを置いて水を端から流していきます。ここのホッパーの上にボタンをポンポンポン、あとは奥から水を流します。反対側も同じようにホッパーの上にボタンを置いて奥から水を流していき、ここは氷塊や青の氷に置き換えてボタンを置いて延長していきます。はい、これで火薬と経験値を回収する仕組みは OK です。あとは待機中にモンスターに襲われないように適当に湧き潰しをしておきましょう。これで装置は完成です。では動作テストです。待機位置はここですね。ドロップ増加付き券があれば持って待機すれば火薬の量がかなり増えます。待っているとこんな感じで上から火薬と経験値が降ってきてチェストに火薬が格納されていっていれば OK です。ではここからはトライデントのめり込みバグが多発する場合やマルチプレイ時にトライデントの差し直しが頻繁に必要になる場合などにおすすめの回収方法について解説しておきたいと思います。完成形はこちら。処理する場所を待機所の高さまで下ろして左右の 2×2 ピストラで処理をします。こうすることでいちいち登る必要がなくトライデントの回収や差し直しが楽に行えます。では回収をしていきましょう。まずは水は取り除いてピストラを置くためのスペースをこのように作ります。水を取り除いて、あとは適当な大きさのスペースを作っていきましょう。次はクリーパーが落下してくる筒を作っていきます。まずは足場で上に登っていったら、まずは目印の不透過ブロックをこことこことこことここに設置。あとはこれを基準に下に伸ばしていって筒状にしていきましょう。今回は中が見えるようにガラスも使っていきますね。待機所まで伸ばしたらまだ作業があるので完全に塞がずにこんな感じにしておきましょう。次はアイテムを回収するホッパーを処理層内まで伸ばしていきます。まずはこの辺りはもういらないので壊して、あとはこんな感じでホッパーを延長してここまで伸ばしてください。では次はピストン、トーチ、オブザーバーを使ってピストラを作っていきます。まずは風車型になる感じでピストンをこのように置いていきます。はい、OK。次はピストンの側面にトーチを取り付けていきましょう。ここは壊してピストンの左側面にトーチ。残りも同じようにトーチを取り付けていきます。次はオブザーバーをトーチの側面に向けてポン。上の三角がこの方向になっていれば OK です。では同じ要領で置いていきましょう。ここまでできたらガラスで塞いでいきます。こんな感じで置いていきましょう。次は上にある元々の処理層を変更していきます。上での作業中にクリーパーに爆発されると厄介なので、できれば透明化のポーションを飲んで作業していきましょう。まずは足場ブロックで上まで登ったら、チェーンが置かれていた場所までこんな感じで削っていきます。次はこことここの水源を撤去、ボタンも撤去ですね。次はここを4箇所壊してください。上から覗いてこのようになっていれば OK です。あと水流をせき止めるためのフェンスゲートをこことここに置いて開いた状態にしたら、一旦水がこぼれないように手前をこのように高くして、こことここを壊してください。このように左右から穴へ向かう水流ができていれば OK です。
ここまでできたら穴を塞いでいきましょう。はい、OK。ではピストラを稼働していきます。まずはホッパーに干渉しないようにこの位置のピストンにレバーをつけて一旦オンにしてオフ。これでピストンが動き出します。あとはこの位置のピストンの先の部分を狙ってトライデントを投げれば内部へ巻き込まれて入ってくれます。トライデントを入れたらクリーパーが処理されるのも確認しておいてください。はい、これで片方は完成。あとは反対側にも同じものを作っていきましょう。左右にピストラを取り付けたら待機所に敵が湧かないように適度に光源を置いていってください。あとごく稀にクリーパーがピストンに引き出されて外に出ることがあるかもしれないので、念のためにこの辺りにフェンスとフェンスゲートを設置しておくと安心ですね。トライデントの回収や差し直しについてはここのブロックを壊してピストンの近くまで来ればトライデントの回収は可能。差し直しは先ほどと同じようにピストンの先にトライデントを刺せばこのように中に入ってくれます。こんな感じで使ってください。はい、今回は統合版 1.21 対応の毎時2600個の回復が手に入るクリーパートラップを紹介させていただきました。高評価、チャンネル登録で応援よろしくお願いいたします。田んぼでした。それではまた。